こんにちは。BA チャンネルの BA です。今日も動画を見に来てくださりありがとうございます。今日は解体祭り動画です。毎日暑いですよね。去年も暑かったんですけど、それ以上じゃないですか？前回の動画で現在の多肉の様子を見ていただきましたが、その時気になった鉢などを集めています。これからこれらを解体していきます。最後までお付き合いよろしくお願いします。ご覧のように一体何が植わっていたのというような鉢やボロボロになった多肉たちが転がっていて、とりあえずこれらを何とかしたい。いえ、何とかしてからでないと秋を迎えられない。そんな気持ちに駆られて作業することにしました。うちでは夏の時期が多肉にとって一番厄介な季節です。秋から冬、春の時期に増やした多肉は、置き場所の特等席からあぶれた鉢、寄せ植えたちが、こうして灼熱の太陽に焼かれてダメになってしまいます。その度に広さに見合った数だけめでることにしようと思うんですけど、涼しくなると忘れてしまうんですよね。BA チャンネル。解体にあたって抜き苗とカット苗に分けてトレイを用意しています。先が綺麗な苗はカットして、短い苗は抜き苗として再利用しようと思います。土は最後にゴミと大中小のふるいをかけて分類し、中くらいの土だけリサイクル土として再利用していく予定です。その様子は動画後半でご覧いただけます。粗めのふるいで分けた底石も再利用したいと思います。ご覧のような先が小さくなった普及種多肉は地植え花壇へ移植する予定です。この缶バッグの苗はハンメリーだったかな。3年以上前に作った寄せ植えです。一時は根元にたくさん小株ができて可愛かったんですけど、あまりに長期間ほったらかししすぎたようです。その割に中は錆びてなくて、さすがビール缶ですね。次は紅いちごの葉ざしが入っていた鉢です。大きめの平鉢にも入っていました。ちゃんと芽が出揃って可愛かったんですけど、直射に当てすぎました。ピーチネックレスが入っていた釣り鉢です。かなり以前から育てていましたが、植え替えもしないで数年ほったらかしにしていたので、今年とうとう痩せ細ってしまいました。こちらは去年の5月にお迎えしたトランスパールです。去年はいろいろなセダムを購入して挑戦した1年でした。その中の一つです。去年の夏は無事に越せたのに、今年はダメだったみたい。これは乙女心。庭の多肉棚の一番前に置いていたのが良くなかったみたいです。もともとうちではよく育つ多肉ですけど、苗が小さくてちゃんと根付く前に一人前扱いしたのがいけなかったようです。次はマジョールの鉢を2つ。伸びてきた苗をカットしては刺して増やしていたのに、焼け野原になってしまいました。もう一鉢保険株があるのでいいんですけど、わずかに残っている苗を取っておこうと思います。
次はひょろひょろ伸びたピーチプリデです。遮光なしのピーチプリデは問題ないので、多分この鉢は日照不足かな。半日陰に置いていました。カットして先だけ再利用します。根っこの方は花壇へ移植します。星系の寄せ植え鉢です。この鉢も夏の置き場所特等席から弾き出された鉢です。なるべくしてこうなったというかわいそうな多肉さん。もちろん保険株は他にいくつかあるので大丈夫なんですけど、先の方だけ秋の寄せ植えに使いたいと思います。100円ショップで買ったアニマル鉢の寄せ植えです。2年前に作りました。このパンダと豚、猫の他にデザイン違いのアニマルポットも同じ時期に作っています。こっちの3つはまだいい感じ。やっぱり置き場所ですね。2年経っているので十分ではあるんですけど、かわいそうなことをしました。こちらのパープルヘイズの苗だけ抜いて取っておきたいです。今回の解体は秋の準備として置き場所確保の目的もあります。あと涼しくなったら久しぶりに寄せ植えもしたいので、その時の苗も確保したくて解体鉢を選んでいます。年数が経った寄せ植えは仕立て直しより解体かなと思います。次は葉ざしトレー。一時は土が見えなくなるほど元気に育っていたんですけど、庭の多肉棚じゃなくて日差しが強くなった時にベランダへ避難してあげればよかったです。暑すぎてタニパトを怠ったツケが来ています。ここにもパープルヘイズがあるので、さっきと同じように確保しておきます。これはマーガレットレッピンです。茎がカリカリになっているようなのでいけるかどうかわかりませんけど、とりあえずカットしました。2年前に作った寄せ植え、何度も仕立て直しをして今日まで来ましたが、2年経過したということで今回解体を決めました。これはクリスタルでしょうか。より強く太陽が当たる手前の苗が全滅です。いくら夏に強いからって油断しているとこうなる見本ですね。生き残りは今後の仕立て直しに使います。これは小さな寄せ植え動画で作った一つです。他のに比べてこの鉢だけがやられてしまいました。土止めのヤシは残してまた使おうと思います。この寄せ植えは古いです。100円ショップのアイテムで寄せ植えを始めた頃のですから、かれこれ4、5年は経っているかなと思います。根が回って土もカスカスでしょうから、この機会にリセットしてしまいます。今日の解体でこれだけの苗ができました。
このまま秋になるのを待って使うまで置いておいても全然大丈夫なんですけど、明るい日陰で保管している間に気根が出てきて、特にカット苗は茎が曲がってきますよね。太陽の方へ曲がるんですけど、だからって日向に出すと枯れてしまうし、日陰で長い間保管しているとひょろっと伸びてしまうし、それが嫌で苦肉の策を考えました。今カットしている鉢に仮で植えて保管していこうと思います。その前に土の処理をしていきます。ここからゴミや根を取り除いた状態です。植木鉢はきれいに洗って保管しておきます。そしてゴミを取り除いた土をさらに分類したのがこちらです。粗い目のふるいで鉢底石を、細かい目のふるいで砕けて小さくなった土をより分けました。残ったこちらの土を再利用していきます。さっき解体していたテラコッタ鉢です。ネット入りの鉢底石は洗ってあります。そこへより分けて太陽消毒したリサイクル土を入れて、新しい培養土を追加しています。今回の再利用する土は形のある中くらいの粒の集まりなので、養分も全くない状態です。古い土に混ぜる土などを買ってきてもいいかなと思います。私はそういうのを使ったことがなくて、いつも培養土を混ぜて使っています。買い物が気軽にできない田舎なので、あるもので済ましちゃいます。仮植えですから適当にめぼしい苗を見つけた順番に植え込んでいきます。抜いたままで放置していても枯れない多肉を茎が曲がるのが嫌で仮植えするわけですから、水やりは当分しないつもりです。濡れないように屋根下に置いて、なるべく徒長しないよう明るい半日陰で様子を見たいと思います。
解体の途中でちまちまと集めていたパープルヘイズです。こちらの増殖箱の空いたところへ巻いておきます。1ヶ月ほど前までは日向にあったこの箱も、今は午後から日陰になる場所へ移動しています。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。まだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。頑張って動画を作る励みになります。うちは今こんな状態だよというコメントもお待ちしています。BA でした。次の動画までバイバイ。